こんにちは。日本企業で働いている韓国人デザイナーキムペンです。今日は職場の無神経な人の話。毎日のランチで韓国人ってみんな整形してるよね。キムチ食べられない韓国人もいるのって決めつけられたことについて話します。まだチャンネル登録していない方はぜひお願いします。鳥川さんまた来た。いやあ、キムペンどうしたの？聞いてよ。うちの会社にさ、枝さんっていう人がいるんだけど。枝？ここのとこ毎日のランチが地獄なのね。何それ？パワハラ？いや、そういうんじゃないんだけど、韓国人ってキムチ食べられない人いないでしょ。韓国って整形当たり前でしょみたいなこと毎日言われるわけ。へえ、韓国は美容大国として有名だよね。興味持ってくれてるってことじゃん？違うね。じゃあ詳しく教えて。先輩がランチメンバーに最近中途で入社した人を紹介したのね。枝さんって人。マニュアルチームの人で、仕事では全く関わらない。ランチでしか会わない人。初日こう聞かれたわけ。韓国人ってキムチ食べられない人いないんですよねって聞かれて、まあ好きな人多いですけどって答えた。初対面だし、まあこういうこともあるかなって。でも翌日も辛いもの平気なんでしょ韓国人は。その次の日も毎日キムチ食べてますかって。最初は美容室の会話みたいなもんかなって思ったんだけど、毎日続くわけ。韓国って整形当たり前の文化でしょ。キムペンさんも整形してる？韓国の女の子ってみんな腹綺麗だよね。なんで？ K-POP アイドルってすごい厳しいらしいね。韓国語って日本語に似てるから簡単でしょ。韓国ドラマって日本より面白いの？韓国と日本どっちが好き？もうご飯が喉通らない。でもさ、答えなきゃいいじゃん。そう思って、いやよくわからないんですけどって会話を終わらせるようにしたの。でもさ、枝さんは一方的に話しかけてくるわけで、私が黙ってるとなんか周りから見たら私が枝さんを無視してるみたいに見えるじゃん。私が敏感すぎ？配慮不足？って自分を疑っちゃった。でも興味持ってくれてるってことでしょ。仲良くなろうとしてるんじゃん。俺もさ、韓国好きだよ。 BTS とかさ、あとチーズタッカルビ。はい。キムペンも整形してんの？鳥川さん。キムペン、鳥川さん、AI バード、サボーです。キムペン、あなたは敏感すぎではありません。枝さんの行為は、心理学で、マイクロアグレッションと呼ばれる、れっきとした暴力です。暴力？はい。今日紹介する本は、デラルドウィン数著、日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション、人種、ジェンダー、性的指向、マイノリティに向けられる無意識の差別、です。著者はコロンビア大学教授で、この分野の第一人者。マイクロアグレッションとは、悪意なく行われる、小さな差別的言動のことです。ポイント1、悪意がないことは、問題がないこととはイコールではありません。枝さんに悪意はないでしょう。でも、本書では、無意識で見えにくいからこそ、重大な結果をもたらすと指摘されています。やっぱり。ポイント2、カテゴリー化は個人の否定です。枝さんは、キムペンを個人ではなく、韓国人というカテゴリーで見ています。これは、キムペンの個性、経験、価値観をすべて無視する行為です。そう、私韓国代表じゃないんだけどって思った。しまった。え？俺もやってたかも。大阪出身の人はみんな面白いって期待しちゃうしさ、京都出身の人って遠回しに物言うよねって勘ぐってしまったり、確かに。どこどこ出身だから〇〇なんだよねって決めつけて話してた。鳥川さん、その気づき重要です。私たちは皆、カテゴリー化してしまう癖があります。でも、それが相手を傷つけている可能性に気づくことが、第一歩です。でも鳥川さんは何度も繰り返して言ってないよね。程度によるかも。ポイント3、積み重なるダメージ。一回一回は小さい。でも、毎日続くと、本書では、線の切り傷による死と表現されています。キムペンが、ご飯が喉を通らない、と感じたのは、当然の反応です。
やっぱりどんどん辛くなったもんね。ポイント4、被害者が加害者に見える構造。キムペンが黙ると、枝さんをいじめているように見える。これ、マイクロアグレッションの巧妙なところです。被害者が声を上げにくい状況を作り出す。そして被害者自身に、私が敏感すぎ、と疑わせるのです。まさにそれ。では、どう対処すべきか。本書では具体的な方法が紹介されています。対処法1、即座に指摘する。それ、ステレオタイプですよ。と明確に、笑顔で、でも毅然と。対処法2、質問で返す。なぜそう思うんですかと問い、相手に自分の発言を考えさせる。対処法3、境界線を明示する。私は韓国代表じゃないので、個人的な意見しか言えません。と、個人として扱うように要求する。対処法4、第三者を巻き込む。信頼できる人に相談し、一人で抱え込まないことです。なるほど。デラルドウィン数長、日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション。職場と雇用におけるマイクロアグレッションの影響、教育現場での対処法、具体的な介入方法まで、実践的な内容が詰まっています。ぜひ手に取ってみてください。なんかすっきりした。不快に感じた自分を疑う必要なかったんだね。俺も気をつける。もう大阪の人に面白い話してとか言わない。今日のまとめ。1、カテゴリー化は個人の否定。2、積み重なる小さな暴力はマイクロアグレッション。3、境界線は明確に、早めに、しっかりと。結論。私たち自身も知らず知らずカテゴリー化してないか、振り返ってみよう。知ることで自分は守れる。またまたねー。ねー。